皆さんこんにちは。今日のリフォームはスマートロックを紹介していきたいと思います。スマートロックって何ということで、まだまだ認知度も低くて知らない方も多いと思うんですけど、建物のドアの鍵を持たなくてもスマホやキーパッド、カードなどで扉のドアを鍵を開けることができる機能です。そんなスマートロックにも数ある商品がありまして、その中でも僕がおすすめの忍者ロックという商品を今回はご紹介します。このカタログではですね、忍者ロックの主な機能を紹介されてるんですけど、今回ちょっと一部抜粋して全部読んじゃうと30分ぐらいかかっちゃうんで、ここいいよっていうところだけ読み上げていきたいと思います。で、このカタログの PDF は概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ見てみてください。ちょっと見えにくいので読み上げていきますね。スマートフォンで鍵を開閉ってのが基本的な機能です。忍者ロックはスマートフォンに専用アプリをダウンロードして使用します。アプリ上ではシェアした鍵は暗号化されているため安全ですとのことですね。そしてスマホで鍵をシェア、鍵を利用する権限を付与したユーザーをアプリ上で招待することで鍵が使えるようになります。招待する方法は電話番号、メールアドレス、忍者 ID です。無料のアプリがあれば簡単に招待ができるんですね。次に有効期限付き、鍵の使用開始日時と終了日時を設定することで有効期限付きの鍵を発行できます。これもアプリから送信することができるんですね。10分単位で設定できます。主な利用例としては、民泊などで宿泊者に滞在期間中のみ有効な鍵をスマホから発行することができます。これすごい便利ですよね。例えば自分が現地に行かなくても、この無料のアプリを相手に取ってもらって、電話番号などでゲストとして鍵を招待して有効期限がついてますので、自分が現地に行かなくてもその場で鍵の開け閉めを勝手にやってもらうっていうことが、期間を決めて行うことができるんですね。そして曜日指定、これは一緒ですね。この時間だけではなくて曜日まで設定することができます。では次、開閉履歴の確認です。これも便利ですね。鍵のオーナー権限を持っているユーザーはスマートフォンから開閉履歴を確認できます。見守りなどですごい便利だと思います。例えば、お年寄りの方が家族にいて、出入りを管理したり、子供が学校から帰ってきた時とかにちゃんと帰ってきてるかなっていうのが履歴で確認することができます。スマホを持っている方であれば名前まで確認できるんですね。で、手動の開閉履歴もアプリから確認ということですけど、それも開けました、閉めましたっていうのがちゃんと履歴として残っています。そしてオートロック機能、これすごい助かります。解錠の後一定時間が経過すると自動的に施錠するオートロックの設定ができます。10秒から999秒の間で設定できます。鍵を閉め忘れたっていうことがなくなりますね。本体の中に時計機能が入ってますので、タイマーでの開閉もできます。例えば曜日や日付を設定して、その間開けておくとか閉めておくとかいう設定がスケジュールで管理できます。なんと1分単位で設定ができます。利用例としては、店舗やシェアオフィスで無人状態であっても必ず施錠できますし、鍵の閉め忘れがあっても予約時間に自動で施錠されると。で、もう一つタイマーオートロック、これも指定した時間にオートロックが作動するように設定できます。24時間の運営管理施設でっていう利用例があります。人の出入りが少ない深夜帯の防犯にという利用例で書かれております。それでは次です。強力な両面テープで取り付けることができます。利用例としては木製のドアの設置や小さなお子様のいたずら防止にって書かれてますね。で、マグネットでも取り付けができます。マグネットの場合はオプションで、追加の購入になるんですけど、1000円ぐらいで買えると思います。で、利用例としては不動産管理会社の方で書かれてるんですけど、空室の内覧にご利用の場合、新しい入居者が決まった際の忍者ロックの撤去と別の空室への移設が容易になりますと。逆に空室の時だけ利用する形で利用例が書かれております。いろいろな種類のサムターンにも使えますし、ダブルロックのドアにも対応です。で、これも結構他ではないんですけど、720度回転の鍵にも設定できるので、海外の主流の180度、360度などのサムターンの鍵にも対応が可能ですということですね。そして、忍者ロックは、電池で起動してるんですけど、電池残量が、本体とアプリの方から確認できますので、
電池切れになりそうであれば、すぐに取り替えることができます。電池がなくなりそうになったらすぐにわかるということですね。で、次に別売りのキーパッドの話です。スマホがなくても鍵を開閉で、お好みの暗証番号、桁数も4桁から8桁まで自分で決めることができます。暗証番号も50個まで登録することができます。で、使用期間付きの暗証番号も付けれますし、自動更新の暗証番号も付けれます。そしてフェリカなどの、非接触 IC カードで鍵の開閉もできます。で、最後に製品使用です。電池寿命は1年間、耐久使用回数は10万回以上、動作確認温度はマイナス15度から50度、動作環境湿度は 10% から 90%、最大トルクが340、専用アプリ対応 OS は Android 4.4 以上または iOS9 以上で、Bluetooth 機能がついております。使われる電池は炭酸系のアルカリ電池 ×4 本で、これ最初からもともとついてますね。で、中には本体と取扱説明書、工具電池などが入っております。はい、こんにちは。ざっと簡単に製品の方をデモ機を使って説明してみますね。こちらです。これは透明のこのものをドアに見立てて鍵に取り付けた、忍者ロックのデモ機なんですけど、ドアの材質がですね、まずスチール、鉄やなどで磁石がくっつくものであればなおさら簡単に取り付けることができます。今ここに白いのがこれ鉄なんですけど、磁石で本体を取り付けてるんですね。強力な磁石がついてます。で、ここにサムターンがあって、こういう独立しているタイプのサムターンが独立しているタイプのものであればほぼ全てのドアに取り付け可能です。で、この裏側がこうなってるんですね。ここの、サムターンを受ける側のサイズを、調整して太いつまみのものでも取り付けることができます。高さも調整することができます。つけてみますね。これがドアの内側に入るわけですね。住宅の中の方です。じゃあまず今は鍵がここから出ているので開いている状態なんですけど、手動で家の中から外に出るっていうのを想定して鍵を開けます。自動で閉まります。時間は10秒から999秒の中で好きな時間を設定してオートロックをかけることができます。これで鍵の閉め忘れなど防止することができるんですね。で、これドアの裏側です。もともとのシリダーがそのままなので、最初から使っている鍵は、そのまま使うことも可能です。なので例えばアパートなどでは現状復旧がすごい楽になりますね。これを外すだけですので鍵を取り替える必要もないです。高額なドアの取り替えなども必要ないのでコストもだいぶ抑えて導入することができる電子キーになってます。で、これはドアの外側に取り付けるものなんですけど、これが何かというとキーパッドといって暗証番号の入力で鍵の開閉ができるオプションの別売りの機材になりますね。セットなんですけど、使うときはこちらはなくてもこの本体だけで機能を全て使うことができます。ただお年寄りやお子様などスマホを持たない人は開け閉めができなくなってしまうので、鍵があればいいんですけど、鍵なども手持ちにないときにキーパッドで開けることができます。画面を触ると光って暗証番号を入力できます。
今回は1234と暗証番号を設定しておりますので、これで開けるボタンを押すと鍵が開きます。で時間が経つとオートロックかかるんですけど、逆に同じように暗証番号を入れて閉めるボタンを押すとすぐに鍵を閉めることもできます。このようにして使うんですね。ここにフェリカのマークがあるんですけど、非接触のカードも使って鍵として登録して、カードキーみたいな形で鍵の開け閉めをすることもできます。デモ機でご説明するのはそういったところですかね。OK、開けます。間違えた。はい、以上で簡単に説明させていただきましたが、最後にまとめますと、高額なドアの取り替えは不要で、スマホで鍵を開閉できて、オートロック機能や履歴の確認もできます。タイマー機能までついて、お値段は約4万円です。今までの鍵もそのまま使えて、定額は0円でセキュリティアップすることが可能です。遠隔操作でコロナの感染対策などにも貢献します。そして便利な暗証番号のキーパッドの追加オプションをつけても30分で設置は完了し、それを合わせてもお値段はなんと6万円前後ということです。かなりコストも低コストでセキュリティアップすることもできますので、ぜひ皆さんも導入の方検討してみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。